量で今の物価高で親父は多分経営的にもう美味しくないんですよ、ぶっちゃけ。まあこれしかないからね。もう始めた以上ね、最後ゴールまで行くしかないんだからね。楽しいよ、楽しいってやんないとバカみたいな。一緒ね。おかみさんでいらっしゃる。おかみさんです。ごめんなさい。よろしくお願いします。すいません。大将は今。9時に来ます。朝、そうなんじゃ4時か5時には入ってると思います一回。朝の仕事をやる感じ。で大変だけどね、もうしょうがないですね。上も流しちゃう。あと茹でるだけだから。お湯をめっちゃ息子の光一です。お願いします。すみません、よろしくお願いします。でもお店はずっとやってらっしゃるんですか。そうです。高校生から31になります。喋るのが苦手なんで。いやいや、これはもうね、メンマは新メンマなんで、1日分ですか。いや、 5日とかです。でこれよく混ぜて煮込みます。唐揚げの仕込みね。まだちょっと水抜いてる水切ってる段階なんですけど、これ72キロぐらいです。もも肉、胸肉はちょっとお安いんですけど、やっぱちょっとパサパサする。もも肉はジューシーだから。そう、重いのよこれも。これ卵ね、何十個これ。60個ぐらい。12種類ぐらいで、息子担当なんで苦労に苦労を重ねて改良した。これは小麦粉っす。重いっすよこれ。すっごい手がでかいから、でかいって言ったら大きいから混ぜるには最適なぐらい。専属です。これ抜いたんですかね。やった。そうだった。余ってもほら皆さんお持ち帰りしてお家で二度楽しめるから冷めても美味しくてね、年寄りから子供若者が年金で美味しい味を作ってなんか他にないやんな。そうしげさんこれからこれ洗ってしげさんって呼ぶ。こうやっていつも呼ぶんだけど。オーダーが来てから揚げると結構1枚が大きい時間がかかっちゃうんですよ。だから先に7割程度6、8割程度火を通しておく。実際に揚げる重たいですね。
向こうで取りますはい。今普通のお米、あとチャーハンはチャーハン用でまた別で炊いてるんで、パラパラ言うようにチャーハンご飯はちょっと固め、食べた時にぐじゅっとならないように炊き方変えます。ちゃんこマヨとチャーシューよ、はいはいはい茹で時間が全然変わるんで、あんまり柔らかくしちゃうとチャーハンがボロボロになっちゃうから。料理によってチャーシューの煮込み全然違います。すぐに変えます。手間がすごいですね。料理によって全部違う。愛情よ。もう手間。あとは買ったりすれば安いんだけど、はい茹でたやつとか。コストコの茹でるのはどうしても手間かけるしかないので。めちゃくちゃ出ますね。高校生からなんかもうここのご飯で育ったようなもんですよね。学校終わってバイトしに来て、で夜ご飯はここで食べてって、自分の親より親かもしれないです。こっちくんお兄ちゃんみたいな、一緒に遊び行ったりとか。高校通ってた時なんかこいちくんが送り迎えしてくれたこともありましたよね。弟のように可愛がってて。これも次ね。これも昨日のうちにもう5、6回茹でこぼしして同時でもある程度食べれるような硬さでやってる。これはマスターがやるんですけど。これは普通のお米ですね。定食ついてくる。ゴムテープとかで見てる。おはようございます。はい、お願いします。ありがとうございます。すいません。ありがとう。すいません。いただきます。生姜とネギを今入れるからね。いつ仕込まれたんですか。朝来てね、スープはさ早く作って煮込まないとさ、すぐにはできるもんじゃないからね。まとまって睡眠取れるのは何時間ぐらいですか。止まって睡眠ってあんまり取らないね。途中また休憩したりするけど、まとまってはそんなないね。もつ煮の人参と大根ね。そしたらお湯を張ってさ、味噌と醤油と砂糖とさ、にんにく生姜だ。今切った大根と人参ね。はい。さっき茹でておいたもつ煮。軽く和風だしをちょっとね。これで少し弱火で煮るからね。メニューの数すごい多いですよね。まあ普通にあるんじゃないかな。結構あるよね。これアップしてくれる？日曜日はもうバーッと回るからね。ああ、本当です。
モテない。持てない。なんで。おお、ボリューム。美味しいです。柔らかい。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。乗り付けないですね、メンバー。頑張る。唐揚げ定食少なめチャーハンセットお願いします。もつ煮しか食べないんですよね。ここはもつ煮しか僕は頼んで食べない。どれぐらいいらっしゃったことあるんですか。 10回あるかないか。ああ、でもそう。やっぱ量はすごい多い。味ももう抜群にうまい。すごい美味しいです。寒くなってきたんで、温まりたいです。ばいっす。いただきます。うまい。いらない。久しぶりにこんな漫画な感じで。手で。これがこれにはまっちゃった。まずデゲンと味が濃いというかご飯が進む感じですし、でとった油っぽくないんで
さらっと食えるんですけど、だから煮込むは持って帰る。2個買って2個持って帰ります。持ち帰りです。でもこう戻ったもんね。よかった。骸骨みたいなの。こちらは何ですか？でも俺のとってもいつも少なく作ってもらってるからこれでも少ない。これ少ないよ、全然少ないよ。最近は入院してたから来てなかったんだけど、本当はあんまりここに来ちゃダメだよって言われてるんだけど来たくなっちゃっていいマカロンね。何作っても美味しい、作ってくれても美味しいし。大盛りになってったのはそういうのがお好きだったとか、なんかさ、ここ駅から結構遠いのよね、交通も不便なんで、皆さんなんか遠くから来てくれてさ、物足りなかったって返すのはさ、申し訳ないじゃん、だからまあ来てくれた以上お腹いっぱいにしてみんなになってもらって帰ってもらえばさっていう気持ちでしょうね。採算も取れてる。まあね、物価が上がってきたからね、大変だけどね、まあ、家賃とか駐車場代ないから、その分。ご主人がお店をやるっていうことはもう賛成というかこんな過酷な人生を送ると思う。この子の他に上に2人いて、やっぱもう本当に大変で、この子なんか生まれて10時間ぐらい前までここで私働いてたから、子供を送ったりしながら。いやすごいです。だから成長できたんでね。やりたいことをやったから全然ね、もう人生そのものじゃない。本当はっきり言う。楽しいよ、楽しいってやんないとバカみたいな。こらなくていい。じゃあやってて頑張って。はい、ありがとうございます。全部できるんですか？全部できる、全部うまい。お父さんより。小市さんから見てお父様ってこんな方ですか？こんな方なの。この量で今の物価高で全部が一個一個手作業で、親父は多分経営的に美味しくないんですよ、ぶっちゃけ。でもお客さんがこの値段であれだけ食べれれば新亭はいいお店だと思います。だからまあこれだけのお店を作ったのはすごいです。まあでも一番すごいのはやっぱりお母さん。親父じゃ無理ですよ。おかんがいるからできた。あんなちっちゃい体になれてたりしてたから今のお店がある。すごいのはあの人なんです。よく働く女性だよね。ありがたいよ。毎日毎日来てくれてさ、こいつの奥さんもよくやってくれてさ、後輩もよくやってくれるし、みんなに感謝だよね。まあこれしかないからね。もう始めた以上ね、最後ゴールまで行くしかないんだけど、もう重いもの持てなくなったりさ、体力が続く限り。目標はとりあえずないんだけど、まあ健康でさ毎日続けられればそれで満足かな。それでお客さんが毎日来ていただければさ、それで十分じゃないかなと思う。関数。
お姉さんたちの。あ、私ですか？ありがとうございます。ここででかい。食べてこれ。食べていいですよこれ。本当ですか？食べててください。ありがとうございます。お金あげてください。